向こうで道具箱の中身を整理してるうちに子供たちに箱を占拠されてしまった。みんなこういう箱に入るのほんと好きだよな。まあ俺も好きなんだけど。これでよし。名前は正しく表記しないとな。たまにはいいことするじゃん。俺はいつもいいことしかしないよ。で、私たちの EX カードが出たって？そう、今回はブラッキー EX のデッキだ。ポケポケやるの？やるよ。やったー、ポケポケだー。ポケポケでみんな一気に覚醒した。いいぞ、我が家の宝たち。宝？今回は2種類のデッキを用意した。1つ目はブラッキー EX 月光河デッキ。ブラッキー EX の特性ダークチェイスは相手のベンチのダメージを受けているポケモンを1匹選びバトルポケモンと入れ替えるという能力だ。要は赤城を搭載したポケモンカードって感じだな。赤城って勝負を決めるくらい強いカードだよね。すごい能力もらったね。この特性を生かすために月光河を相棒にした。月光河の特性水手裏剣でベンチのポケモンに20ダメージを当て、そいつをブラッキー EX のダークチェイスでバトル場に引っ張り出す。もともと月光河デッキが赤城を使いながらやってることを赤城なしでやってしまおうというわけだ。まずはこのデッキでポケポケ対戦行ってみよう。さて、まずは1戦目。お相手は水デッキだね。新しい EV のカードも可愛い。だって今回の EV はポケモンカードを持ってくる能力なんだね。そう、ニョウハと一緒だな。ニャオハとお揃い。お揃い。お相手も月光河か。マナフィーも出てきたね。不思議な雨来た。よし、あとはケロマツだな。はい来たー。ナイス次のターンに EV が倒されることはないはずなので、ここはまだブラッキー EX に進化せず友達を探すでカードを持ってこよニンフィア EX だ。ニンフィア EX も入ってるんだね。う。相変わらず V ズデッキはニンフィア EX でデッキ圧縮するのが強いんだよな。ただ今回はすでにブラッキー EX が手札にあるからな。ブラッキー EX に優先的に進化させよお相手パルキア EX が出てきたね。残念ながらパルキア EX くんのディメンションストームは間に合わないんじゃないかね。そうなの？赤城を常備してるポケモンと飛び道具持ちのポケモンが出てきますから。月光河に進化。ブラッキー EX に進化。こうなるとこのコンビは強いぞ。大きなマントをつけとこう。で、月光河の水手裏剣をパルキア EX に投げつける。ダークチェイス。確かにこれはパルキア EX 間に合わなさそう。闇の牙。ダークチェイスに闇の牙。名前がかっこいい。ふっふっふ。今回は月光河がすぐに進化できたけど、もちろんなかなか進化できないこともある。ただそんな時でもブラッキー EX だけである程度なんとかなっちゃうこともあるんだよな。次の対戦ではそんなところも見せられるといいな。ブラッキー EX が無双するところ見たいな。見たい。前回の拡張パックで出たノーマルブラッキーはちょっと微妙だったみたいだけど、ブラッキー EX の方はちゃんと強いね。実はノーマルブラッキーもいろいろデッキ組んで試してみたんだよ。でもどれもしっくりこなくて結局動画にはできなかったんだよな。その鬱憤を今こそ晴らしてやるぜ。闇の牙。ノーマルブラッキーの怒り思い知ったか。パルキア EX はとばっちりである。お相手こうさん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。では2戦目いってみよお相手は悪タイプか。こっちと一緒だね。ひょっとしてブラッキー EX かな。悪事キング EX。う。ウルトラビーストデッキか。このデッキもずっと強いよね。特にウツロイドの毒デッキはよく見るよね。まだ鉄火具屋が来てないな。
鉄火ゲアがいなければ戦いやすいね。あ、来ちゃった。まあ来るよな。ウルトラビーストデッキだし。やっぱり鉄火具屋を盾にしてくるか。ウルトラビーストデッキはこれが強いよね。ただこっちにも夏目があるからな。なんとかなるかもしれない。そうなの？まあ見ててくれ。この後の激しい戦いに備えて大きなマントを着せておこう。マントを着て気合を入れる EV。いでよ友達。ケロマツやった。でも月光河に進化するには月光河と不思議な飴も必要だからまだ時間かかるかもね。お、不思議な飴来た。あとは月光河だけ。ブラッキー X に進化して、ここで夏目を使ったらバトル場に出てくるのはおそらく悪事キング EX だろお相手としてはまだ移ロイドを失うわけにはいかないもんね。う。一発殴っておけば逃げられても後でダークチェイスで倒せる。よし、夏目使おう。悪事キング EX だよな。闇の牙。移ロイドで殴ってくるかな。そうみたいだね。よし、これで移ロイドは倒せる。なんかブラッキー X だけで勝てちゃう感じがしてきた。移ロイドと悪事キング EX 倒せば勝ちだもんね。でもまだ不安要素が一つあるんだよな。悪事キング EX のグラインドコアでエネルギーを全部破壊されるという。でも悪事キング EX まだエネルギー1個もついてないよ。ルザミーネ。あ、ウルトラビーストデッキはルザミーネでエネ加速できるのも強いよね。さあ、あとは悪事キング EX だ。そもそもルザミーネが相手の手札になければ楽なんだけどな。さあドキドキタイムのお時間です。分かってるよな、悪事キング EX。分かってるよね、悪事キング EX。いっそ表が10枚ぐらい出たらおもろいよね。おもろくない。表1枚。よしよし。それではフィニッシュといこうか。まずはダークチェイスで悪事キング EX をバトル場に引っ張る。EV のバックでダメージ10アップ。激カワバック。闇の牙。ブラッキー X ナイス本当にブラッキー X だけで勝っちゃったよ。ー。やるやん。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。さて次はブラッキー EX とダークライ EX のデッキを試してみよう。月光河のデッキとどんな違いがあるの？ダークライ EX は月光河のようにベンチポケモンにダメージを与えられるわけじゃない。でもブラッキー EX の火力を補ってくれるし、ダークライ EX 自身が戦うこともできる。それに種ポケモンなので進化ポケモンカードや不思議な飴が必要ない。その分ポケモンの道具やサポートカードをたくさん入れることができるぞ。ダークペンダントってのが入ってるね。ダークペンダントは悪タイプのポケモンにつけると効果が出る道具で、これをつけてるポケモンを相手が殴ると相手の手札をランダムに1枚山札に戻す。うわー、それは殴りたくないな。他にもシルバーという相手の手札を見てサポートカードを1枚山札に戻すというカードも入れてある。手札を捨てさせて相手ポケモンの進化を遅らせながら戦っていくというスタイルのデッキだな。なるほど。早速いいカードが来たな。レッドカード。うわー、7枚から3枚になった。デッキが20枚しかないカードゲームで4枚も山札に戻るってのはデッキの回転がかなり遅れるからな。このレッドカードは強いね。友達を探せ。ダークライ EX すら友達な EV。こういう関係広すぎんか？
この前の動画でさ、ポケモン SV も継続してやっていくみたいなこと言ってたじゃん。そうだな。またポケモン SV の動画も出すの？実はこの動画の前にポケモン SV の動画を一つ出す予定だったんだけど、うまく作れなかったんだよな。2つ構築考えてやってみたんだけど、結局2つともボツになったからな。結構苦戦してるよね。ポケポケばっかやってたツケが回ってきたね。そうやってポケモン SV の動画を作れないでいるうちにポケポケの新拡張パックが来たってわけだ。作ろうとはしてるんだよね。もうちょっとかかるかもしれないけど、ポケモン SV の動画は必ず作っていくぞ。シルバー、お相手赤城を持ってるね。危険なので追い払っておこう。赤城は山札に帰っていった。凶暴な野生動物みたいな扱いを受ける赤城。いや、ダークライ EX も出しておこう。闇の牙。 EV がだって。ごめんよゾロは。さて、お相手はリーフィア EX に進化してくるだろうな。さっきシルバーで見たもんね。そうか、シルバーってサポートカードを捨てさせるだけじゃなくて相手の手札も見れちゃうんだよね。そう考えると強そうだな。お相手はリーフィア EX ブースター EX デッキだったんだね。普通なら今頃お相手の盤面はもっと整っていたかもしれないな。でもレッドカードとシルバーによって妨害され、ポケモンの進化が遅れてしまった。そうするとどうなるか。すみません、またアラームが鳴ってしまった。夏目。あ、終わった。そう、進化が遅れるとこうやって刈り取られてしまうこともあるのだ。やっぱり手札を捨てさせるって強いんだな。今回は来なかったけど、次の対戦ではダークペンダントの強さも見せたいな。闇の牙。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。ブラッキー X もダークライ EX も逃げるコストが2エネなんだよな。スピーダーがちょっと微妙かなと思ったのでマーズに変えたぞ。はいよ。お相手はアシレーヌ EX デッキかな。琴音はどういうカードなの？琴音はダメージを受けている自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替えるというサポートだ。新カード使ってみたくてとりあえず入れたけど、今回はリーフの方が良かったかもね。ブラッキー EX もダークライ EX も逃げるコスト2だもんね。そっか、逃げるコストが3エネ以上のポケモンがいるときに琴音を使うといいのかな。まず早速ぶっ刺さったな。6枚が3枚に。ナイトメアオーラで20ダメージ。まだ手札に EV が来てないからな。このままダークライ EX で戦う可能性も考えておいた方が良さそうだ。パルキア EX。 今日はよくパルキア EX に合うな。EV 来い。またか。 EV がなかなか来ないという苦しい展開。まあ相手もまだアシレーヌ EX に進化できてないからな。お互いに苦しいのかもね。水デッキだからな。これはしゃあない。パルキア EX で殴ってくるね。こういう時にダークペンダントがあると強いんだけどな。来た、ダークペンダント。 EV は来ないか。こんなに EV 来ないの珍しい気がするね。 EV 寝坊しちゃったのかな。だってやはりしばらくはダークライ EX で殴り合っていくしかないな。パルキア EX には勝てそうだね。エネ加速をされなければな。水デッキは霞があるもんね。不思議な雨。アシレーヌ EX 来ちゃったか。際どい勝負になりそう。これお相手どうするんだろう。パルキア EX で殴ってくるのかな。来た。ダークペンダント発動。2枚目のアシレーヌ EX。 お相手の手札なくなっちゃったね。
EV 頼む、来てくれ。来ない。僕は一体どこにいるんだろこういうこともあるのがカードゲームだからな。とりあえずパルキア EX は倒せた。あと1ポイントか。足回りが進化する前に倒せちゃったら楽なんだけどね。う。こういう時は月光河の水手裏剣が欲しくなるね。でも、もしダークラ EX が月光河だったら、パルキア EX とここまで殴り合うこともできてないね。そっか、今回悪エネルギーしかないもんね。ハイドロポンプ。見えについてるからダメージが40アップしてるな。倒されちゃったけど、相手のハウを山札に戻せたね。果たして EV は間に合うのか。ここから間に合ったら、漫画の主人公みたいでかっこいいけどね。きたー。ヒーローは遅れてやってくる。遅れすぎた気もするけど。 EV とブラッキー EX はチームを救えるか。次のターン、ダークラ EX で足霊の EX の攻撃を受けたら琴音で交代してブラッキー EX で殴り合おう。歌方のアリア。 EV2 枚連続で来ちゃったよ。きっと仲良く一緒に寝てたんだね。だって、ゾロアの発想が可愛すぎる。では琴音でブラッキー EX をバトル場に出す。あと EV のバックも使ってちょっとでもダメージを与えておこうか。考えてみれば、なんで EV のバックでダメージがアップするんだろうね。あまりにも可愛くて力が湧いてくるからだよ。だって、ゾロアなら本当にダメージアップしそう。闇の牙。あと90。さあお相手は何を引いたのか。攻撃してきた。ということは勝った？歌方のアリアで20回復するの忘れてた。あれ、夏目。闇の牙。勝ったー。なんか思ってた形と違ったけど。勝てばいいのさ。というわけで今回はブラッキー EX のデッキを2種類やってみた。赤城搭載というなかなか面白いカードになったね。個人的には最初の月光河と組むデッキがより面白かったかな。よかったらみんなもやってみてね。それじゃあ今回はこの辺で。バイバーイ。